盆栽からしたらもったいない。松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷養成4代目北谷隆一です。今回のテーマは黒松の葉を切る、また黒松の葉を切ると限定したんですけど、赤松も錦松も一緒です。早速ですけども、葉っぱを切ってかということであれば、あんま良くはないけど時と場合によってはいいというのが結論ですね。で、切る目的としましては、切ったら揃ってやっぱ綺麗になります。ガタガタしてる時よりかは揃ってる方が綺麗に見えやすいですね。はい、あと効果としては、その葉っぱを切って日当たりが良くなるんで、その芽とかなんで中の方の芽が生きやすいというかね、その方に中の方の芽に日当たりがちゃんと当たって枯れにくくなるみたいな、そういういい効果もあります。あとその細かいところで言えば、黒松といえば芽切りするんですけども、その時なんかに葉っぱを切っておくと、冬に切られた葉っぱが古葉取りの時にすごい楽になるとか、そういうのもありますね。はい、で時と場合によるという、さっき言ったんですが、じゃあどういう時が切ってもいい時かということなんですが、まず、今さっき言ったんですけども、黒松の芽切りの時、その時は葉っぱ切ってもいいです。なんでかと言いますと、その芽切りの時ってもう今そのついてる葉っぱって用がないらしいんですね。僕はただたださっきも言ったんですけど、冬に古葉取りする時に手間がかからなくなるんじゃないかという理由で始めた芽切りの時の葉っぱを切るという作業が、後でその大学の先生とお話しする機会があったんですけども、その頃僕葉っぱ切っても全然気が傷まずに、なんなら日当たりとか良くなったりとか、芽の出方も良くなったりとかいうようなことが起きてるんですけど、どういうことでしょうかとお聞きしましたところ、その頃の葉っぱはもう用が済んでると、だから切っても大丈夫なんだというお答えをいただきました。だから芽切りの時の葉っぱを切るのは大丈夫で、あと葉っぱを切っていい時期で言えば真冬ですね。古葉取りなんかしてたら手が当たって葉っぱが折れるとか、古葉全部取ったけどガタガタしてて切った方がきれいに見えるとかいう場合に、その場での見栄えのために葉っぱをもうあえて切ると。例えば針金かけてた時に針金って結構手をね思いっきりめり込ましていってするような作業なんで、葉っぱよう折れるんですね。その時にあえてその針金で枝も揃えて、葉っぱがバラバラしとんはあんまり綺麗じゃないから葉っぱ切るみたいな、そういう場合がありますね。そういう時は切っても悪くはないです。切ったらいいとは言いにくいですが、悪くはないです。で例えばこれ今ちょっとこの木でも葉っぱガタガタしてるんですけど、こう持ってね、葉っぱ切ってやるとちょっと散髪みたいな感じですけど、柔らかい葉っぱ柔らかいんで、切る時は結構いいハサミでないと切りにくいケースがあるんで、葉っぱも切れるような柔らかい用のハサミ、結構高級なハサミだったりしますけど、よく研いであるハサミなんかの方がきれいにこんな感じで、こっちの切ってないとこに比べて揃ってね、パッと見きれいになるかなというような。ただ当然これあんまり良くはないという理由もありまして、この切った先が
他の葉っぱでもあるんですけど、ちょっとカメラで見えづらいですかね。先がねタバコみたいにね赤くなって、ほんまそのタバコの先みたいな感じになるんですよね。だから芽切りの時に切った葉っぱっていうのはもう次の芽が出てきたらすぐ取れる葉っぱなんで、切ってもその汚い期間が少ないと。ただ芽切りして新芽が出てきてすぐに切ったりしたら、その次の芽切りの時次の芽が出るまでずっとその葉っぱと付き合わないといけないんで、あんまりその葉っぱが出てすぐみたいな時に切るとちょっと汚い期間も長くなりますし、成長の妨げになる可能性もあるんで、もう本当にその次の芽が出る手前の葉っぱぐらいまでの方が縁はええですね。ただその場の綺麗さはもらえるんで、切った直後は、切ってもその日とかその 2,3 日以内とかだから、展示会みたいなのがある時どうしても葉っぱが長くて全部抜くわけにもいかんみたいな時があれば、そういう時はちょっと切ってもええんかなというような、そんな感じですね。基本は切らないのがいいです。でも切るんだったら今みたいな説明の通りにしてくださいねというような、そんな感じですね。はい、葉っぱを切るというテーマでは今回以上です。盆栽からしたらもったいない、北谷4004代目北谷隆一でした。チャンネル登録お願いします。